こんにちは。X ウィンクリプト TV のふみです。いつも大変ありがとうございます。本当に皆様の支えでこの YouTube が毎日続けることができています。今後もどうぞよろしくお願いいたします。さて、本日も X ウィンのプロトレーダーの KB さんにお越しいただきました。今日お話しいただく内容は、DeFi がヘルスケア業界に革命をもたらす5つの方法ということでお話をいただきたいと思います。KB さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆いつさん、こんにもありがとうございまちは。す。なんいつもありがか とうござい KB さんます。今日顔色がいいですね。そうですか。特に何もしてないんですけども、そうですか。最近なんか化運動不足で。粧とかしてるわけじゃなくて。いえ、ではないです。はい。そうですか。ありがとうございはい。ます。はい。じゃあ、はい。はい、お話を少しお願いいたします。そうですね。はい。今回お話しする内容は、DeFi がヘルスケア業界に革命をもたらす5つの方法っていうところになります。はい。はい。はい。DeFi はですね、いろんな業界に、マッチするんじゃないかというところでですね。はい。うん。X ウィンは、金融の、投資信託だとか、そういっうん。た取引のところで、資産運用というところで、あの、革命を起こすっていうところでやっておりますけれども、うん。DeFi というのが、こういった、業界にも、革命をもたらうすんじゃないかというところで紹介したいなん。と思っております。なるほど。よろしくお願いはい。よします。楽しみです。ろしくお願いします。はい。で、まずですね、まず一つ目がですね、資料を共有しまはい。すか？そうですね。はい。資料共有お願いいたしはい。ます。はい。ですね、ヘルスケア業界というのはですね、もちろんその金融業界ではなくですね、なかなかこういった DeFi という、ツールというところは、触れることはできないんですけれども、うん。今回、こういったヘルスケア業界にも、デーファイ入れられるんじゃないかという人もやっぱいますので、うはい。で、ん。こういったところが、革命もたらしますよというところで5つつ紹介したいなと思っております。これは面白いですね。はい。そうですね。はい。やっぱこういった実社会に貢献できるプラットフォーム、貢献できる技術っていうのはですね、今後広げていきたいなと思っておりますので、はい。なるほど。非常に興味深い内容になります。うん、我々 はい。X ウィン株式会社の方でも、DeFi とかブロックチェーンのソリューショはい。ンをコンサルティングやり始めましたよね。やっぱこういうはい。時にもお手伝いをできたらいいですよね。そうですね。はい。いつでもお問い合わせください。そうなんですよ。はい。今回そうなんですよ。こういったお話をするのも、実は我々ってヘルスケア業界のプロではないじゃないですか。はい。はい。ですが、こういったのを聞いて、ヘルスケア業界に、こういった DeFi を取り入れたいという人がいればですね、すごくありがたいなと思ってですね、そういった、なるほどなるほど。はい、そういった活動も兼ねているというところですね。よろしくお願いしまはい。よす。ろしくお願いします。まず一つ目なんですけれども、医療機器ですね。はい。医療機器っていうのはですね、まず小さい、機器っていうところでは、体重計だとか血圧計だとか、そういったのはあるんですけれども、うん。そういったのはですね、リースで使えるんじゃないかというのがまず1点ですね。へえ、はい。体重計とか血圧計をリースするっていうことですね。なるほど。面そうですね、白いですね。はい。うもうーん。お医者さんから、そういったのを借りて、で、それで、測定して、自分の健康状態というのを、把握するっていう提案ですね。はい。なるほど。はい。これはもう何がいいのかっていうと、まず、うん。そういったリース、お金の、問題というのも当然あるんですけれども、一方で、オラクルというですね、うん。デーファイのデータのブロックチェーンの中に、うん。えっと、データを自分の例えば体重だとか血圧だとかをリンクして、うん。データをですね、ブロックチェーン、インターネットの中うん。に落とし込むことができるという技術がありますので、うん。はい。そういったのを活用して、さらに、あの、データ活用して健康状態うん。が把握できるようになるっていうのがあるのかなというのが1点でなるほどすね。なるほど。はい。データを、保存できるわけですよね、個人で。そうですね、はい。そうですね、はい。で、で、それで、決して消えないデータとして残って。そうですね、はい。それが、ライフログっていうのにもつながりますし、お医者さんうん。もそれを見て、薬の、投与状況だとかをですね、うん。ちゃんと、調整することができるというところは
ありますね。はい。なるほど、なるほど。はい。実際データ、私も前職がコンサル会社で、はい。病院系のコンサルとかもいろいろさせていただいたんですけど、はい。やはり今システム管理っていうのは一つの課題になっていると思うんですあ、よね。で、やっなるほど。ぱりはい。システムのデータが分断されてるっていうのはうん、うんうんう非常に多分ん。大きいと思ってて、それかそうでらすね。ずーっと保持されている状況ではないということもはい。いろいろ聞いていますが、やっぱりこの DeFi を使って一貫うんうん。性を持って長いこと管理ができるっていうのはすごい大きな革命ですね。そうですね。はい。以前、カルテの共有の話とかもございましたけれども、はい。はい。今はやはり、病院が変わればですね、まず一から、問診票を書いてですうね、ん。はい。いろいろ話をしてということになりますので、そういった、手間が省けるっていうのは一つあるかなというところですね。なるほど、なはい。るほど。はい。で、当然ながら、高度な専門機器ですね。なるほど。はい、一つの病院では、小さい病院では買えないような X 線装置だとかですね、うん。コンピューターのその撮影装置だとか、そういったのが、なるほリースすど。ることができるというところですね。なるほど、はい。なるほど。はい。あーはい。そういったのがまず一つ目です。はい。はい。で、二つ目がですね、今ですね、もう医療機器メーカーっていうのはですね、もう、かなり巨大な企業になっておりまして、そうですよね。はい、そうですね。もう新規うん。参入ができない状況なんですよね。なるほど、なるほど。はい。そうなると、もう、えっと、新しい技術だとかですね、そういったのがなかなか参入しにくいっていうところで、価格競はい。争力ってところもありますよね。そうです。はい、あそうですね。はい。なので、こういったところの、中小企業のサポートとして、うん。有志のプラットフォームというところで活用できるんじゃないかというのが、デファイにございます。なるほど。はい。それは具体的に言うと、例えばどういうイメージですかね？有志のプそラットフォーム。うです。はい。そうですね。例えば、なんでしょうね、X 線、手軽にできるの装置開発したんだけれども、はい。あの、こういったのを市場に、広めたいのに、なかなか、うんう銀ん。行だとか、そういったところで貸してくれないといった場合にですね、こういったデファイなるほど。があれば、うんうんうん。それに繋がっている、患者さんだとか、他の病院だとかがですね、うん。クラウドファンディングのような状況で、資金を融通したりだとかですね。なるほど、はい。なるほど、なるほはい。ど。へえ、そうですね。すごいですね。そうですね、はい。そういった医療機器を使えば、さらにトークンを、お返しするとか、そういった使い方もできるのかなとは思いますので、なるほど、なるはい、ほど。面はい。白い。そうですね、はい。そうですね。あと、3つ目が、ヘルスケア3つ目。コミュニティ。はい、そうではい。すね。はい。これはもう、ヘルスケアの、民主化というところで、例えああ、面ば、白い。ヘルスケアそうですね、はい。の民主化。民主はい。化ですね、はい。うん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 。これはもう、今、予防医療につながっておりましてですね、はい。やはり、うんうん。健康維持っていうのが一番重要なんですよね。なるほど、なはい。るほど。はい。病院っていうのはですね、病気になってから行くところなんですけれども、うん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 。そもそも病気にならないように、あの、うん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 。しましょうというところで、うんうんスポーツ団体が、こういったプラットフォームを使ったりだとか、うん。うんうんうん。はい。行政がですね、もう、その市民に対して、健康維持をしたいけれども、例えばそういった団体だとか活動に、資金を、提供するのに、時間がかかってしまって、うんうんうんはい、うんうん。その活動そのものに使えないという問題とかもございますので、うんうんはい。うん。それがリアルタイムで提供できるようになればですね、いい具合に循環すると思いますので、うんうんうん。はい。なのでこういった、はい、ヘルスケアなるほどコミュニティっていうのにね。活用できるのかうーなと思いますん。ね。はい。先日、我々の顧問であるアドバイザーである小野崎浩平さんが、はい。また YouTube チャンネルに出ていただはい。きましたけども、この医療の専門家としてまさにこのヘあ、ルスケそうなんですか。アの民主化のことをはい。話をされていましたね。これはすあ、ごいですよね。なるほど。あ、それはいいですね。うはい。ん。なので、なるほど。だからこれはそのデファイが、あの、身近になれば、こういったのを活用できるのかなというところで、非常に、面白い未来がなるほど、なるほど、開けるのなるほど。かなと思いますね。うん、はい。4つ目は健康保険の DeFi モデル。これも面白いですね。そうですね、はい。ここまではさすがに、風呂敷広げられないところではあるんですけれども、う一ん。民間企業はですね。ただ、こういったのをですね、行政だとか、
間ですね。はい。はい。国にですね、話を持っていってですね、やればですね、健康保険というのはそもそももう、仕組み自体はもう決まっておりますので、はい。それをそのままプラットフォームに、その公式、計算方法を載せればですね、きっちりとその健康保険というのがワークするんじゃないかなというところですね。なるほど、はい。なるほど。はい。面白い。そうですね。例えば病院に行くときの待ち時間解消だったり、こういったのもデータとして入れられますので、はい。なるほど。はい。あと、我々が受ける、保険、これ、だけではなく、病院のお医者さんがですね、医療ミスがやはり怖いので、はい。そういったところの保険だとかをですね、組み合わせたりだとかですね。はい。なので、ここが、もうスケール化すればですね、大変大きなあの、事業にはなるとは思うんですけれども、なるほど、なはい。るほど。はい。そういった活用方法があるっていうなるほど。ことです。はい。最後の5つ目の開発難病へのはい。対応って、これ僕一番したいとこだあ、な、これ。なるほど。これははい。そうですね。はい。もう、やはり難病というのがあってですね、プロジェクトを支援するためのプラットはい。フォームというところ、創薬開発とかもありますけれども、うん。あの、今、いや、テレビとかでも、はい、難病があってですね、はい。ただお金がなくて、治療を受けうん。ることができないというところで、寄付を募ったりとかするんですけれども、はい。実際、寄付活動があって、お金が集まって、手でお渡ししてっていうところで、治療を受けられれば、当然、もちろんそれはそれでいいんですけれども、はい。こういった透明性のあるプラットフォームを使ってですね、はい。世界にこういった難病患者がいて、それを寄付ダイレクトにお渡しすることで、対応できるって、こういった使い方が、できるんじゃないかなというのが、その5つ目の方法になります。なるほど、これははい。もう、ぜひやりたいですね。我々もやりたいし、もし、はい。これに興味のある方がいらっしゃれば、ぜひお問い合わせください。我々は技術を提供すあ、ることができるのと、マーケティングもできますので、これは本はい。当に大事なことだと僕は思います。そうですね。はい。それで、例えば寄付を受け取って元気になって、お返しとかいただけるとものすごく嬉しいですよね。寄嬉しいですよね。付した方も。はい、そうですね。はい。はい。そうです。はい。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。大体こはい。れぐらいの5つの内容っていうのが、KB さんの中で今頭の中でぐる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 駆け回ってると。そうですね。はい。実際にはですね、これ私のアイデアというところではなくて、はい。今回そのクリプトを訪ねて3000里というのは、私は、ブログ執筆してるんですけれども、なるほど、なるはい。ほど。はい。すごい、こちらで紹介毎日ブログ公開して、もう本当にそすごいでそうすよね。なんですよ。はい。そうなんですよ。結構ネタとかもいろいろ考えてですね、提供しております。はい。そこで見つけたのが、あってですね、はい。それをなるほど。紹介したっていう形なんですけれども、なるほど、はい。なるほど。はい。ぜひこういった有料な情報とかをですね、共有、広げていければなと思っております。なるほど。はい。KB さんも海外の、経験が非常に長いんで、英語のドキュメントがやっぱりしっかり読めるっていうのは、KB さんの強みだし、で、やっぱありがとうごりざいます。英語はい。が勉強できるというか、英語が話せるとか、英語が使えるっていうのは、本当に世界観が変わりますよね。そうですね。はい。確かにそうです。はい。特にやはり英語文献っていうのはもう日本語文献よりも当然ものすごく広いので、はい。幅広いので、はい。ここはもうリーチして、ですね、情報を提供するべきかなと思いますね。なるほど。はい。ありがとうございます。はい。はい、そうですね。資料の説明については以上になります。ありがとうございます。はい。本日もありがとうございます。Xwing Crypto TV ご覧いただきましてありがとうございます。我々はファイナンシャルアドバイザーではございません。また、この YouTube チャンネルは皆様の暗号資産の資産運用のリスクを軽減するために我々毎日続けております。ぜひ、サブスクライブ、購読をお願いいたします。また、この動画が良ければ、LIKE を押していただければと思います。KB さん、本日は大変お忙しい中、またありがとうございました。ありがとうございました。はい。また引き続き、どうぞよろしくお願いいたしまよろしす。くお願いします。どうもありがとうございどうましもありがとうございた。ました。Thank you for watching. Please hit like button and please subscribe to our channel. We are not investment advisor and this video is for educational purpose. The DeFi work has a lot of risks, so please study with us.